こんにちは、まいです。今回はミニマリズムでやってしまったこと7選をお伝えします。ミニマリズムを取り入れることで私たちの生活はとても快適になりましたが、その過程のやってしまったエピソードをご紹介します。このお話は私たちの経験に基づいていますので、他の方には当てはまらない可能性がありますが、ご紹介する内容が何かの参考になると嬉しいです。それでは行ってみましょう。一つ目は、手放したものが後で必要になるです。これはミニマリストで一番あるあるなんじゃないかなと感じているのですが、私たちも実際に一度手放したけれどやっぱり必要になったものがいくつかあります。今毎日のように大活躍しているロボット掃除機も、以前住んでいたお家の時は私たちには不要だと思って手放し、クイックルワイパーで床掃除をしていた過去があります。このお家に引っ越してきてちょっと床面積が広くなり、やっぱりロボット掃除機はあった方が便利だねと再び我が家に迎え入れたロボット掃除機です。夫が使っていたデスク用の椅子も、普段はスタンディングデスクで立ってパソコン作業をして、休みたい時はキャンプ用の椅子を使えばいいと一度手放したのですが、立ちっぱなしがしんどくて再度購入しています。またお米を炊くのにストーブを使っていたのですが、やっぱりちょっと面倒で、炊飯器のボタンピの方が圧倒的に楽な上に保温機能がついているのは便利です。もともとお米をあまり食べないので、今はレンチン用のご飯を用意することで炊飯器を買わずにいますが、状況が変われば購入するかもしれません。その時その時の自分の環境に合わせて物の取捨選択ができることが大切だと考えているので、必要な時に再度手にすることはいいと思うのですが、今では安易に何でもかんでも手放すことはなくなりました。思い切りよく手放すことも重要ですが、手放した後の生活を想像してみることや、手放しボックスなどを活用し保留期間を設けてみるのもいいと思います。2つ目は、ストックを持たないです。ミニマリストを意識していると物が多くなるし、場所も取るストックを持つことを敬遠しがちになりますが、ストックがないとやはり不便なことも出てきてしまいました。ストイックに生活をしていた時期はトイレットペーパーのストックも多く持たないようにしていたのですが、コロナでトイレットペーパーが手に入りにくかった時にストックがゼロになってしまい、とてもヒヤヒヤした生活をしていました。それ以来、トイレットペーパーやお水などローリングストックができるものは一定の数を決めて常備するようになり、防災グッズも身軽さよりいざという時自分たちが困らないように準備はしっかりするような意識へと変わっていきました。3つ目は、高いものを長く使う方がいいです。以前はある程度値段が張ってもいいものを手にするとテンションが上がるし、一生ものとして選んだ方が物も少なくて済むのではないかと思っていました。ただ、長く使うことが前提だと一生懸命メンテナンスもしないと長持ちできません。壊れてしまったら結局修理費がかかったり、新しく買い替えなければならなくなり、余計にお金がかかることもあります。こちらのロボット掃除機はかなりお高かったのですが、まだ買ってから1年も経たずに2回修理に出しています。保証期間内なので問題はありませんでしたが、保証が切れるとちょっと怖いなと思っています。次回購入時はもっとコスパ重視にするかもしれません。この黒いスカートも背伸びをして購入したお洋服でお気に入りなのですが、長く着ていると裾の糸がほつれてしまい、
縫い直してもらうことがありました。衣類などはお手頃価格で購入し、蓋をして新しいのに交換した方がいい場合もあるなと感じています。4つ目は部屋のものを白で統一するです。家の収納はほとんど白を基調に選んできました。白は合わせやすいのと清潔感があっておしゃれな感じも出るので揃えたくなっちゃうんです。ただ白いものは変色や汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。衣類も白が多くなりがちですが、首元は黄ばみやファンデーションの色移りが目立ちやすかったりします。漂白剤や重曹などで黄ばみや色移りを取る方法はいくつかあるようですが、やはりちょっと手間になることが多いです。夫の場合は以前使っていた白い枕カバーを一生懸命漂白していましたが、黄ばみはなぜか取れませんでした。そんなこともあり、白で統一していた寝具ですが、日焼けや黄ばみが気になる、あと落ちないようになり、現在グレーで入れ替えようとしているところです。5つ目はキッチンアイテムを減らすです。キッチン周りのアイテムは個人的にはミニマリズムにおいて一番の難所だと感じています。あまり料理をしなかった時期は深く考えずにすごく減らしやすい環境だったのですが、自炊が多くなるとキッチンアイテムをストイックに減らしてしまうと、料理のバリエーションも限られてしまう状況になってしまいました。持っているキッチンアイテムの数が少ないと同時並行で作業ができなくなり、料理の効率も変わったりします。食器も減らしすぎると料理の見栄えが味気なくなってしまう感覚があり、私たちにとってキッチンアイテムを減らしすぎることが必ずしも豊かな生活につながるわけではなかったようです。今は食事や料理を楽しみたいので、キッチンアイテムや調味料などは数にとらわれないようにしています。ただ収納場所が狭いので、限られたスペースで収まる量を意識して増やしすぎないようにも頑張っているところです。6つ目は家族のものに手を出すです。私は自分のものを減らしていく過程で家族のものが気になってしまう時期がありました。自分のものではないのに不要だと思って勝手に手放してしまったり、捨てられないか話を持ちかけたりしてしまった過去があります。実際に夫のバイク用工具を勝手に捨てようとゴミ袋に入れてしまったり、夫が愛用していたキッチンアイテムを手放してもいいのではないかと提案したりして嫌な顔をされたことがあります。人のものに勝手に手を出すのは NG 行為です。物の価値も人によって変わるものです。相手にとって大切にしているものを勝手に手放してしまうと遺恨を残すことになると思います。ミニマリズムは他人に強制するものではありません。まずは自分の身の回りのものを整理し、次は家族共用のものというように相手の理解を得つつ段階を踏みながらお家の中を整えていくことが大切だと感じました。ただミニマリズムの良さを伝えておすすめするぐらいはいいと思っています。7つ目は趣味まで手放すです。これは趣味にもよるかと思うのですが、趣味があると物が増えやすい傾向が多いのではないかと感じています。私は動画編集が好きなので、カメラや三脚、マイクなどの機材が増えやすく、収納しにくいことに時折頭を抱えています。夫も昔、ゲームの趣味を手放せばデスクトップパソコンはいらないなと考え、ノートパソコンにしていましたが、結局後でデスクトップパソコンに戻りました。物を手放し始めていくと、ミニマリズムにのめり込みすぎて趣味まで手放そうとしたり、物が増えるのが嫌だからと
興味が湧いたことへも手を出すのをためらったりすることがあり、なんだか窮屈な生活に感じてしまうこともありました。そんな時は手段が目的になっていないかを考えるようにしています。物を手放すことはあくまで手段です。その目的は自分の人生を豊かにすることです。これからも人生を豊かにするために不要なものを手放し、必要なものを手にするということを大事にしていきたいなと思っています。以上がミニマリズムでやってしまったこと7選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよという方は高評価やチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。また動画に関する感想もコメントでお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これ開くんだよね。開くと思うよ。これ開いてないけど。ちょっと待って。